玉ねぎベーコンを作りたいと思います。できたら大まかにはばらしてほしいかなと思いますね。簡単っていうだけじゃなくて玉ねぎの美味しさを引き出すという意味でもおすすめですね。でこれで、潰して全体を混ぜます。パプリカマリネを作りたいと思います。しっかりと、凍った感じですね。混ぜるとこの冷たいマリネとして楽しめるという。でパプリカの食感もしっかりあって、で4品目はですね、玉ねぎベーコンを作りたいと思います。でこの方法を使うと、玉ねぎそのものの結構美味しい甘みが結構出てくるレシピになってるんで、是非やってほしいなと思いますね。でこれを、まず玉ねぎはですね、130g を、ちょっとくし形切りにしてます。こんな感じでもうすでに切ってます。でちょっと平らにならしますね。でベーコンは 20g、こちら 5mm ぐらいの幅にカットしてます。でこれも上に乗っけちゃいます。でくっついてるところがあったら、できたら大まかにはばらしてほしいかなと思いますね。でこうやって広げます。コンソメの顆粒ですね。これちょっと 1g というちょっと少量なんですね。結構玉ねぎの甘みとベーコンの旨みを生かしたいので、あくまでこれはちょっと少量にしてあります。これ 1g だけ、ちょろっとって感じですね。だからでここに水を大さじ2入れます。で、これをですね、もうそのまま冷凍すれば OK ですね。でこれはですね600W6 分加熱します。で結構じっくり長めに加熱してあげることで、玉ねぎ本来の甘みをしっかりと引き出そうと思います。では電子レンジチンが終わりました。こんな感じです。もうかなりちょっと長めの加熱してますので、かなり熱々になってますね。でこれもしっかりとかき混ぜて、熱を均等にします。で玉ねぎはですね本当にじっくりと加熱していくと甘みが出て美味しいんですけども、水をたくさん加えて茹でたりあと炒めたりすると玉ねぎの風味も飛んでしまうっていうのもあるので、コンテナの中に入れて、少量の水でこう蒸すようにじっくり加熱すると本当に玉ねぎそのものの味わいっていうのが出てくるので、簡単っていうだけじゃなくて玉ねぎの美味しさを引き出すという意味でもおすすめですね。で、玉ねぎベーコンですね。食べたいと思います。いただきます。玉ねぎのエキスが甘いエキスがすごい出てますね。コンテナの中で調理することでこの玉ねぎの美味しさをすごい最大限に引き出してるなと思いますね。ですのでこのまま食べてもすごく美味しいなと思いますね。でこの玉ねぎベーコンですね、そのまま食べても、もちろん美味しいんですけども、これをパスタにしたりですね、あとはマッシュポテトに混ぜてもすごく美味しいですね。これ蒸したじゃがいもをちょっと今粗く潰しましたけども、ここにこの玉ねぎベーコンですね、これをもう入れちゃいます。でこの汁ですね、この玉ねぎの旨味が詰まったこのスープ、これも一緒に入れてあげるといいので、全部入れたいと思います。かなりですね玉ねぎのこの甘い味わいが出てるので、これじゃがいもにもすごく合いますね。あとはお好みですけども、マヨネーズもちょっと好みの分量入れてもらえればと思います。でこれで潰して全体を混ぜます。はい、これで完成ですね。本当にじゃがいもに
この玉ねぎの甘みがすごく相性もいいので、こちらもよかったら作ってみてください。はい、ということですね、今回はコンテナ冷凍レンチン簡単、副菜4品をやりました。いかがでしたでしょうか。コンテナ冷凍すごく便利で、仕込んでおくと便利だと思うんですけども、で私はこの野菜を使った、副菜の、コンテナ冷凍をおすすめしてるんですけども、他にもですね、私のコンテナを使ったレシピ本ありますので、そこでもいろいろ紹介してるんで、ぜひ、ご覧いただければと思います。やっぱこう野菜を切って、調味料を加えて、冷凍ストックしておくとですね、ある食事の時に1品2品足したい、野菜を足したいって時にものすごく楽ができるので、ぜひ皆さん試していただきたいと思いますね。で副菜のコンテナもですね、まとめて作るっていうとすごくハードルが高くなっちゃうので、何か料理をする時に食材を切る時に、余っちゃうよっていう時にちょっと多めに切って、でそれを調味料と一緒に冷凍しておくっていう、ちょこちょこ冷凍って言ってるんですけど、こういう風にちょこちょこ冷凍してストックを冷凍ストック貯めておくと、ある時やっぱりすごく楽でに切るという考え方もありますので、あんまり週末とかにまとめて作るっていう感じじゃなくて、そのちょこちょこ冷凍をぜひ試していただければと思います。でこの冷凍チャンネルですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかもご紹介しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK！